皆さんこんにちは、ゆかです。今日の動画では日本語のオノマトペをご紹介します。例えば雨がどうやって降ってるか、ザーザー降ってますか、パラパラ降っていますかとか、この食べ物はサクサクした食感ですか、ネバネバした感じですかとか、こういったネバネバ、サクサク、ザーザー、パラパラ、バラバラとか、こういったものをオノマトペと言いますね。で、日本語はこの種類がとても多いということで知られています。皆さんは日本語を勉強していると思うんですけど、普段日本語を書くときとか話すとき、どれぐらいこのようなオノマトペを使いますか？実は日本人はよく使います。そして私は関西人、神戸出身なんですけど、関西人は私の印象だと特にこのオノマトペを使う傾向がある気がしますね。ともかく日本人だったら日常生活の中で誰でも使うものです。でもやっぱり外国の方にとっては難しいみたいで、一つは種類が多いから覚えられないというの、あとはその感覚がわからないというのもあると思います。で、今日は特に食べ物に関するオノマトペをご紹介したいと思います。今この私の手元にあるこの風呂敷の中には何があるかというと、食べ物があります。私の台湾出身の生徒が日本へ遊びに来る前に私にこのようにメッセージを送ってくれたんです。先生、何か台湾のもので欲しいのがありますか？あったら買っていきますよ。で、私はマンゴーが大好きなんですね。じゃあドライマンゴーお願いしますと頼みました。で、私がなんでドライマンゴーを頼んだかというと、一つは本当好きだからっていうのもあるし、あとドライマンゴーってとても軽いですよね。で、軽いし、小さいのでそんなに持ってくるのに負担じゃないなと思って、それでドライマンゴーをお願いしますって言ったんです。そしたらその人が持ってきてくれたドライマンゴーは一つじゃなかったですね。大量に持ってきてくれました。これ全部ドライマンゴー。本当にありがとうございます。そう、しかも本当にいろんな種類のを持ってきてくれて、こういうなんか可愛いイラストがついたこんなやつとか、あとはこういうマンゴーのスナックとか、あとはこういう箱に入ったちょっとなんか高級そうなもの、いろいろ買ってきてくれたんですよね。それで思いついたんです。そうだ、このマンゴーのお菓子を食べながらオノマトペの紹介をしようと。さて、じゃあ実際に食べてみましょう。最初に私試したいのはこれです。このなんか素敵な箱に入ってたこれちょっと試してみます。これは個包装になってるタイプです。こうやって一つ一つパッケージされています。こういうのを個包装と言います。一方でこういうもう袋の中に全部一緒に入ってるっていうものは、バラ入りとか言ったりしますね。バラ入りというと全部そのまま入ってるものです。で、こういうタイプは個包装です。今まで食べたことがあるドライマンゴーって結構薄いですけど、これすごく厚いですね。厚みがある。もともとの厚みなのかな、それとも重ねて乾燥させたのかわからないけど、とにかく厚みがありますね。いただきます。美味しい。まずとても肉厚で、でもしっとりしてるですね。しっとりというのは水分をたくさん含む状態です。で、かつそれが比較的いい印象だった時にしっとりと言います。例えばチーズケーキとかね、しっとりしていて美味しいですね。でももしそれをずっと部屋に置いたまま、例えば2日間とか置きっぱなしにしてたら、ちょっと乾燥してパサパサしますよね。パサパサというのは水分が非常に少なくなった状態です。パサパサです。このドライマンゴーはしっとりしています。水分がある状態ですね。それがいい意味で
しっとりしてます。美味しい。次はどれにしよう。じゃあやっぱりドライマンゴーにしようか。無印良品のこのドライマンゴーどれかしようかなと思います。あ、これドライマンゴーじゃなかった。これドライパイナップルでしたね。なんかマンゴーが2つとパイナップルが1個でしたね。なんかこの緑色っぽいやつ、緑っぽいやつ、なんか私初めて見たかもしれないな。これちょっと食べてみましょうか。グリーンジンホワンマンゴー。青いマンゴー？パパイヤじゃなくて？とにかく食べてみましょう。無印良品でこういう国によって特別な商品ってあるんですね。知らなかった。てっきり日本の無印良品と海外の同じだと思ってた。あ、確かにこう色が緑っぽいですね。棒状になってて、で少し緑がかった色ですね。面白い。食べてみよう。さっき食べたこっちのマンゴーとまた全然違う感じですね。ちょっと酸っぱい酸味があります。でもその酸味がとても美味しい。こっちは形がこう棒状になってて少し薄いので、こう食べた時の食感としてはしっとりっていう感じではないですね。ちょっと固めな感じです。美味しい。これ元々の果物の時はどんな味なんだろうね。あともう一個のこの無地のマンゴーも愛文マンゴー。こっちも愛文マンゴーですね。愛文マンゴーってなんかブランドなのかな。ちょっともう一個食べよう。美味しい。なんかこのちょっと酸味がある感じがいいね。ね、なんかこれはしっとりというよりはちょっと弾力がある感じですね。でもね、もちもちじゃないんだよな。もちもちというとこういうお餅とかでね使うんですけど、これは、しっかりこう果肉が詰まってる感じで弾力があります。次はそうだな、これ食べてみましょう。子供の時に食べたことがあるって生徒さんが言ってました。はい、これちょっと食べてみましょう。おー、中はこんな感じですね。バラバラに入ってます。サク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 してて美味しい。確かに子供のおやつにも良さそう。ほんのり甘みがある。でもそんなに強すぎない甘みで、あとは何よりこのサクサクした食感がすごく美味しい。サクサクというのは、まさにこのお菓子のようなこのような、これは多分小麦粉で作った生地にマンゴーとかいろいろ材料混ぜてあるんですけど、こういう生地の中に空気がたくさん含まれていて、でそれを噛んだ時にこの音、こういう音、これをサクサクと言います。でサクサクと似たオノマトペでパリパリというのもあります。でもパリパリサクサクはちょっと違う。例えばパリパリというのは薄いせんべいですね。あれはパリパリと言います。あとは例えばパイとかね、この表面の部分、皮のこの層が1枚だけになってこう焼けているような、ああいう部分はパリパリと言います。でサクサクというともう少しこう噛むことができるような状態のものですね。まさにこういうお菓子、あれはサクサクと言います。次はこれ食べてみましょう。クッキーかなと思うけど、ちょっと開けてみましょう。これも個包装だ。さっきのと同じこういう一つ一つこうパッケージされてるの個包装になりますね。食べてみよう。ゴーフルみたい。ゴーフルってわかりますか？こういう薄い小麦粉で作った生地でクリームを挟んだこういうお菓子。私の予想だけど多分これはパリパリと思います。美味しい。これはパリパリという食感です。パリパリ。さっきのこれはサクサクです。こっちはパリパリです。
パリパリというと、まさにこういう薄い小麦粉などで作ったこういう生地ですね。こうやって割れるもの、パリパリと言います。美味しい。状態の違い、これ見たらわかるかなと思うんだけど、こっちはサクサクです。サクサクの食べ物はこう歯に当たった時の感覚はパリパリとちょっと似てるんだけど、でもこれは歯で奥まで噛めますね。ある程度こう厚みがありますね。でもパリパリは薄いです。薄く伸ばして焼いた感じですが、パリパリです。なんかこっちはサクサク。そしてこっちはパリパリです。さて他にももうちょっと食べようかな。これはマンゴーじゃなかった。なんか私あんまりちゃんと一つ一つ見ないで、全部マンゴーって思ってたけど、これはリンゴですね。ドライアップル。嬉しい。ちょっとマンゴーじゃないけど開けてみましょう。どんな感じかな。こういう感じなんだ。本当にリンゴをそのまま輪切りにしたような形。これ触った感じはとても柔らかいです。なのでこれはパリパリでもないしサクサクでもないですね。多分しっとりかな。食べてみましょう。とても香りがいい。蜜リンゴっていう名前ですけど、まさに本当に蜜がたくさん入ってるリンゴの味がしますね。あと食感はちょっとコリコリしてます。どこがコリコリするというと、全体としてはしっとりですね。こう触った感じはしっとり、明らかにこのリンゴの水分がまだここにこう残っているような感じですね。しっとりしていますね。でもこの皮がついてるんですよね。この皮がついたまま乾燥されていて、この皮の部分が噛むとちょっとコリコリした食感です。美味しい。ドライマンゴーとドライアップルと、あとさっきのこのドライパイナップルと、これヨーグルトに入れて食べたらめちゃくちゃ美味しそうじゃないですかね。明日の朝試してみよう。あとアイワンマンゴーもどっちか食べてみよう。こっち食べてみようか。さっき無地の違うやつ食べたからね。すごく大きそうなんだよね。こう横に切って乾燥させたような状態ですね。めっちゃ大きい。見てこの大きさ。なんか表面はねちょっとカサカサしてますね。カサカサというのは水分がない状態ですね。カサカサ。でもさっきのパリパリとかサクサクとは違う。カサカサというのはこう触った感じを表します。ちょっとカサカサしてる。中はどんな感じかな。中はしっとり。これは中は水分が少しこう保たれてる感じ。外はカサカサ。中はしっとり。ちょっとでもしっとりっていうよりねっとりかもしれない。ねっとりというのは何かというと、糖度を含んだりとか何かこう粘度があるのはねっとりと言います。ねっとり。なんかそうね、しっとりというよりもねっとりかもしれない。さっき一番最初に食べたこのマンゴー、こっちのマンゴーとまた全然違う味ですね。こっちはね純粋にこう甘さが引き立つっていう感じ。でもこっちのドライマンゴーは香ばしい感じ。もちろん焼いてないと思うんだけどね。ドライマンゴーで焼かないよね。乾燥させてるだけなんだけど、なんかプリンの上にこうなんかキャラメリゼでそれをこうバーナーで炙った時のそういう感じの香り。糖分が熱された時の感じ、ちょっとなんか焦げたみたいな感じの香りがするじゃない。香りがちょっとしますね。美味しい。そしてこのドライマンゴーの場合はちょっとふわふわしてますね。
そんなケーキみたいなふわふわではないんですけど、この中にちょっと空気が入ってますね。先ほどのこっちのマンゴーはもう完全にこう空気を抜いてこう圧縮したような感じ、ちょっとこう硬い感じです。でもこっちは多分マンゴーを切ってそのまま乾燥させてるので、中にちょっと空気が残ってるんですね。それがちょっとこうふわふわしてます。ふわふわというのはこう中に空気がこう含まれている柔らかい感じです。ふわふわと言います。触った感じはこうふわふわします。これは何のマンゴーかな。これも愛文マンゴーですね。どんな感じ？食べてみましょう。これもさっきのこっちと同じタイプですね。マンゴーそのまま切って乾燥させたタイプですね。これどうなってるの？1個2個3個で、これも表面はちょっとこうカサカサしてますね。乾燥させた感じ。中はどうなってるんでしょう。ねっとりです。非常にこう粘度がある、濃厚っていう感じの時ねっとりって言いますけど、全体としてはちょっと薄いですけど、でも薄いけどこの中にね多分糖分かながあってねっとりっていう感じです。食べてみましょう。ちょっとサクサクする部分がありますね。こっちのドライマンゴーの方はマンゴーと砂糖で作られてます。なので多分その砂糖の部分が乾燥してサクサクした感じになってますね。一部だけね。この特に端の部分、この端の部分がちょっとサクサクしてます。で、真ん中の部分はねっとりです。この糖分が非常に高い感じですね。ねっとりしてます。じゃあ最後にクイズです。このお菓子の食感は何ですか？正解が分かった方は下のコメントに答えを書いてください。これはパリパリですか？ねっとりですか？サクサクですか？どれでしょう？覚えてますか？皆さん答えをこの下に書いてください。はい。ということで今日は日本語のオノマトペをご紹介しました。ぜひ皆さん友達とご飯を食べに行った時とか、何かコメントを書く時、文章を書く時、たくさんオノマトペを使ってみてくださいね。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。